京都の町に一足早く春を告げる梅の花。京都随一と称されるしだれ梅の宴、城南宮。梅と五重塔の共演が見事な冬至。早春の京都を訪ねた小さな旅に皆様をお連れいたします。今回訪れるのは京都に春を告げる梅の名所、城南宮と冬至。ともに京都市南部に佇み、町に春の彩りを添えています。早速早春の京都に足を踏み入れてみましょう。3月中旬の京都。今年は2月に寒波が重なり、梅の開花は少し足踏みをしていました。それでも3月も半ばを迎え、ようやく春の便りが届き始めました。その知らせに導かれ、一足早い春に出会うため、京都の梅の名所を訪ねることにしました。武田終点です。お忘れ物ないようお降りください。近鉄線はお乗り換えです。ここは城南宮の最寄り駅である武田駅。ここから城南宮までは歩いて20分ほどです。都の南を鎮め、国を守る社として平安遷都の折に祀られた城南宮。今も法よけの大社として引っ越しや建物工事の折に祈りを託す人々が多く訪れます。中でも早春の梅の時期にはひときわにぎわいを見せます。皆が向かう先はしだれ梅の咲く深淵にある春の山です。淡い梅の彩りに満ち溢れた深淵春の山。およそ150本ものしだれ梅が咲き連なり、まさに圧巻の景色が広がります。白や淡い紅の花が揺れ重なり、園内を春一色に染めております。梅の香りに誘われて小鳥が舞い降り、そのさえずりが一層春を感じさせてくれます。苔むした地面には花びらと緑が優しく溶け合い、目にも心にも心地よい景色が広がります。中でも苔の上に落ちた椿の花としだれ梅が織りなす光景は、深淵春の山を象徴するハイライトです。色と香り、そして優しい光に包まれながら春を満喫しました。この季節ならではの味が参道で出会える椿餅です。ありがとうございます。椿の葉に包まれた道明寺餅にあんを忍ばせた春の一品です。
城南宮を後に次なる春を求め東寺へと足を向けます。近鉄東寺駅から歩くこと6分、やがて東寺の南大門が目に入ります。平安遷都の折に創建され、1200年余り都を見守り続けてきた寺東寺。国宝重要文化財が並ぶ東寺の境内で、ひときわ目を引くのが日本一の高さの木造建築、五重塔です。高さおよそ55メートル。新幹線の車窓からも望める京都のランドマークです。向かうのは五重塔を背景にして咲く梅を楽しめる東寺の梅園。本数こそ10本ほどと多くはありませんが、風格ある梅の木々が佇む東寺の梅園。その美しい姿の梅と荘厳な五重塔が重なり合い、京都らしい趣がそこに生まれます。塔中観地院に静かに咲く梅も見事でした。ひとしきり境内を巡り、そろそろ昼食といたしましょう。訪れたのは東寺からほど近い広駒寿司。お手軽にいただけるランチがあると聞き、足を運びました。いただいたのはちらし寿司。華やかな彩りが春らしい一品です。マグロにエビ、白身魚、しいたけと具材は至ってシンプル。その分上品な酢飯の味わいが心に残るちらし寿司でした。ごちそうさまでした。この後はお茶をいただきに砂防へ。その道すがら梅の咲く公園に立ち寄りました。4品種約150本の梅が咲き並ぶ梅小路公園の梅林。梅祭りの時期には梅の花の中を歩くひとときを楽しめます。線路沿いのベンチに腰掛け、梅越しに走りゆく列車を眺めるのも意外と楽しいひとときです。公園で一息ついた後、お茶をいただきに向かいましょう。京都駅から歩いて6分ほど、100年の時を刻む京町屋を改装した車両青竹。
古き町屋の風情ある空間でこだわりのお茶をいただけます。いただいたのは上煎茶、仮金と豆腐白玉。豆腐を入れることで風味が増すという豆腐白玉。柔らかな食感と素朴な甘みが印象的です。上煎茶の茎で作られたという仮金茶。口に含むと爽やかな香りと甘みがふわりと広がります。窓の外に目をやり、店内のしつらえを味わいながらお茶をいただくひととき。心が静かに落ち着いていきます。心安らぐ素敵なひとときをありがとうございました。京都の小さな旅はこれで終わりとなります。春の兆しに出会い、心晴れやかになる旅でした。今回の旅はいかがでしたでしょうか。ぜひコメント欄に感想をお寄せください。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みとなります。では次の旅までごきげんよう。